実を言うとね、ここでね、俺よりも仕事をしてんのはね、赤旗の木田さんなんですよ。場外ホームラン級の、逆転サヨナラホームラン級の仕事してんのよ。結果として死んだから知らんけど、不服申し立ての期限は3月なんで、8月まであったけど、6月の途中で死んだと。6月の途中で死んでんねんから、死んだから不服申し立て出てへんねやろ。ほんなら、もう、受け入れたっていうことやん言うてんねんで。人殺しやんけ。昨日なんかね、もう仕事した、これ何年ぶりでしょうね。仕事したな、言うて、翌朝まで余韻を引きずるいうのは何年ぶりですかね。昨日は、もうあれでよかったでしょ。状況が2年前に戻ったというか、少なくとも状況が去年の3月ぐらいには戻ってますな。だってさ、渡瀬県民局長は異議申し立てをしなかったって言うねんね。普通の人間あんなこと絶対言わないよ。もう単純な話で、普通の人間はあんなこと言わないです。で、アホやから駆け引きできひんから、レイズ上げたら、ビビって合わせるしかできひんねんって、田舎の弱者やから。典型的な田舎の弱者は、ポーカーの時にさ、単純にレイズに釣られとんねん、あいつ。ポーカーする時考えたんやん。すごいで。見てみる？そこ。昨日の神戸新聞でも取り上げられておりましたね、ベストセラー本となっている奥山俊弘教授の兵庫県告発文書問題の中で、文藝春秋2024年11月号に、斉藤知事の文章が掲載されているということが紹介されています。インタビュー記事のようですけれども、その中でどうして匿名の文書を不特定多数に送るのかという知事の言葉があって、奥山さんはこの言葉は前回知事選をめぐって最初にルフされたデマであり偽情報だったとおっしゃっています。先々週の会見でもこれは取り上げられましたけれども、でお聞きしたいんですけれども、知事、元県民局長が、告発文書を不特定多数に送ったというのは事実なんでしょうか。事実か事実でないかお答えください。としては、誹謗中傷性の高い文書を、作成、そして、多方面に、影響が及ぼすという可能性があるということで、初動から懲戒処分の対応に至るまで、対応してきたということですので、県としては適正適切に対応してきたということでございます。これね、知事の文書ですよ、これ多分インタビューされた時の文書でしょ、これ。で、原稿なんか見てチェックして出てるはずですけども、で不特定多数に送ったのかどうかなんですよ、聞いているのは。それはご自身の文章について答えられないってちょっとおかしいでしょう、いくらなんでも。ですからこれまで申し上げたことと繰り返しになりますけれども、事実と異なる記載があることや、個人、団体、企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす、今さっき聞いてたからわかると思うけど、個別の事案にお答えするよりも言ってたよね。赤畑さんの質問は、この本で奥山さんが選挙の前に文藝春秋に載った斉藤元彦のインタビュー記事に、県民局長が文章を不特定多数に送ったと書いてあるけれど、斉藤元彦さんは言うてるけど、不特定多数に送ったという事実がない以上、文藝春秋に載ったインタビュー記事の斉藤元彦発言が、2024年兵庫県知事選挙における最初の虚偽情報だったという記述がありますが、知事、県民局長が不特定多数に文章を送ったという事実があるんですかという質問をしたんです。で、それに対して、斉藤元彦は、個別の事案にお答えするよりもって言うたよ。普通の政治家ならね、普通の政治家っていうか普通のコミュニケーションならね、いえ、不特定多数に送ったんですって言うたらええやん。いや、ほんまは特定の10人にしか送ってへんのよ。送った先全部分かってんねん。送った先10人全部分かってて、その10人の送り先をね、不特定多数というかどうかは、見解の相違です言うたらええだけやん。自分の言うたことがデマだと言われたくないと。奥山さんは僕の言うたことをデマや言うてるけども、そんなことはないと。私の認識では、それはもう十分不特定多数ですと。これ言うたらええだけの話やん。てか反論不能ですよ、そう言うたら。
不特定多数でしょう。分かってるだけで10人なんだから。そう言うたらさ、赤旗ごときのね、追及を交わせるわけですよ。で、なんでそれがデマなんですって。それはもう見解の相違でしょと。分かってるだけで10名の送付先に対して送られてるということが判明している段階で不特定多数という言葉を使うことがどこら辺に不適切さがあるんですって言うとはええだけなかったやん。それを言わんわけ。能力低いんですよ。いやでも、だいたい赤旗こう言いますよ。いやでも10人って分かってるじゃないですか。それは結果論でしょと。結果論今10人やったということが2026年6月の段階で10人で収まってたということが分かってんのが、それは今の結果論でしょって。そんなも2024年3月4月の段階で10人にとどまるかなんて言えます？出たてのほやほやの時に10人に行っとったっていうのを見て取った時に、これが20人になる、30人になるって想像したら飽きませんのって話や。いや、それ普通、もう別に賢いのでもそう答えるでしょ。奥山さんはこの本で2024年5月の文藝春秋に載ったね、あなたのインタビュー記事であなたがインタビューの中で不特定多数に県民局長が文章を巻いた言うてんのが、言うてんのはデマや言うてますけど、不特定多数じゃないでしょ、特定の10人でしょって言われたら、いや、不特定多数ってそれは当時言いますよって。今10人や言うて特定やった言うのはそれは結果論であって、物事にピリオド打って最終的に10人やった言うてるから、10人やったな、特定の10人やったな言うてるだけの話でね。そんなもん当時走りながらやってる時に、それが10人で終わるかどうかなんか分かりますかいや言うとだけの話じゃん。てか、それ、やってる最中は分からんでしょそんなんは、と。それだけのことでしょこれ賢くなくてもできることですよ。もう正直言うて、普通の知性というか、朝起きて顔洗って歯磨ける人やったらみんな言えることやと思うで。こんなもん切り札でも何でもないよ。普通の受け答えですよ。おはよう。おはよう。今日は暑いな。ほんまやな。ぐらいの話ですよ、これ。人間としておかしいでしょ。てか、正常なファンクションできてないでしょ。言って最初にルフされたデマであり偽情報だったとおっしゃってます。で先々週の会見でもこれは取り上げられましたけども、でお聞きしたいんですけども、知事、元県民局長が、告発文書を不特定多数に送ったというような事実なんでしょうか。事実か事実でないかお答えください。その件については個別の事案についてお答えするということよりも、県としては誹謗中傷性の高い文書を、作成、そして、多方面に、影響が及ぼすという可能性があるということで、初動から懲戒処分の対応に至るまで、対応してきたということですので、県としては適正適切に対応してきたということでございます。これね、知事の文書ですよ、これ多分インタビューされた時の文書でしょ、これ。で原稿なんか見てチェックして出てるはずですけども、で不特定多数に送ったのかどうかなんですよ、聞いているのは。それはご自身の文章について答えられないってちょっとおかしいでしょう、いくらなんでも。ですからこれまで申し上げたことと繰り返しになりますけども、事実と異なる記載があることや、個人、団体、企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす、いわゆる誹謗中傷性の高い文書であるというふうに判断しましたので、対応をしてきたということです。それは送られた時点で放置しておくとそうなってしまう、多方面に被害を及べてしまうんだという危惧をされたということですよね。で送った相手っていうのは10箇所だというのはよくご存知でしょ。で10箇所不特定多数ではなくて特定の10箇所に送られたというのはもう明らかなんです。でそれは懲戒処分の文書に関する理由などが書かれた文書の中で10箇所と書かれてますね。で知事はそれを見て懲戒処分決裁されてるわけですからよくご存知なんですよ。どう考えても不特定多数に送ったなんて言い方はね成り立てないと思いますけどね、どうですか。ですから県にとしてはですね、この文書問題については適正適切に対応してきたということでございますので、個別の論点についてはもうお答えするということはこれまでもさせていただいている中で、これ以上その点についてお答えをさせていただく際もですね、県としては適切に対応してきたということで大変申し訳ないんですけども繰り返させていただくということをこの点はね
で、アホやから個別の論点に踏み込まないって言うてしもてんねん、ここで。個別の論点に踏み込まないねんって。でね、実を言うとね、ここでね、俺よりも仕事をしてんのはね、赤旗の木田さんなんですよ。もうこの段階ね、赤旗の木田さんね、場外ホームラン級の、逆転サヨナラホームラン級の仕事してんのよ。なんでこの赤旗の木田さんの質問が逆転サヨナラホームランやったか言うたら。個別論点に踏み込まないって言ってたでしょ。でもね、その前の日、昨日6月3日です。さっき赤旗の木田さんの質問来て6月3日、昨日の記者会見です。その1個前の日、6月2日ね、議会が開会されて、そこで、自分が情報漏洩の責任取って自分の給料下げるって法案出してんのよ。元彦にとったら、その条例が通ったら、その法案が通ったら、文章問題に対する全てのピリオドが打てる言うてん。思ってんねん。で、それを自民党が賛成する言うたんや。条件付きで。条件付きで。その条件というのがこういう条件。神戸新聞見てもらいましょう。神戸新聞のここに書いてあるんですが、これまでの議論を重く受け止めることや、情報漏洩の真相解明に努めることなど5項目を知事に申し入れたって、この5項目って、もうすごい細かいこと聞かれてんの。全部個別の論点なんです。全部個別の論点なんですよ。昨日言われたことからもう変わってへんねん。もう変わってんねん。個別の論点喋られへんやねんて。で、その個別の論点ってしたことが何なのか言うたら、個別の論点いうのは、あなたが文藝春秋にインタビュー記事に喋ったことが、ほんまですかいうこと自体が、個別の論点やから答えられへん言うてる人間が、情報漏洩の再発防止の議論できひんわな。大変申し訳ないですけど、県としては文章問題の対応は適法適切でした。それを繰り返させていただきます。自民党さん、この、僕、情報漏洩に責任求めて、これ、法案できたんで、これ、賛成してくださいよ。自民党が。うん、だから分かった。小野ガリもちゃんと説明せよ、いろんなことを。はい、言うてて。こっちで、個別の論点には答えられませんって。どないすんの？で、こっから先ですよ。こっから先、聞いてる皆さんが、どんな親に育ててもうたかとかね、どんな人生歩んできたかとか、人に対してどう接してるかっていうことを、すべて試される瞬間が来ます。どう思うといいです。どう思うといいけども、こっから先のやりとりを聞いて、どう思うかは、あなたが、どんな母親の体内に着床し、その母親の股の間からどうやって出てきて、その出てきた後母親と父親にどうやって育てられて、どんな人間かということをすべて明らかになります。こっから先、あなた方の育ちがバレます。初めてですよ、これ、問われたの。奥山さんが提起して問われてるんですよ。全く説明も何もされてないんですよ。要するに逃げてるってことじゃないですか、今何も言えないのは。文書問題については適切に対応してきたということで説明をさせていただいております。要するに特定の10カ所に送られたのも不特定多数に送ったというデマをね、知事は広げたということなんですよ。これはもう非常に重大なことだと思います。で、次にですね、先々週のですね、私の質問の中でね、答えの中で、その懲戒処分は最終的にご本人も受け入れたとおっしゃったんですよ。ご本人で県民局長ね。で、これ聞いてもいないのにそんなふうに言ったと。何をもってね、知事、県民局長は懲戒処分を受け入れたとおっしゃるんですか。ですから、で、ここで気づかなあかんねんけど、ですから、懲戒処分をって言って、個別の論点のこと話し始めてんねん。ついさっき、俺は不特定多数ちゃうでしょ言われたことを、個別の論点には答えられません言うたら、懲戒免職を県民局長が受け入れた言うてんのは、個別の論点です言うたらだけのことちゃう。いや、そら総務省が本省に戻さへんかったらわかるでしょ。アホやねんって。さっき個別の論点には答えられへん言うててんから、不服申し立ての件についても個別の論点って言うたらだけのことちゃうん。そんなアホの言い訳が続くんです。懲戒処分を元県民局長にしたということ、そしてもし不服があれば、他の
人事委員会等の申し出とかでできたということですけれども、結果的にはされなかったということで、懲戒処分を結果として受け入れられたということです。ご存知かと思いますけどね、その言い方では何とかおっしゃってるんですよ、不服申し立てしなかったと言いますけどね、この県民局長はね、6月27日付で、人事委員会の不服申し立てを行っていない理由についてという文書を百条委員会に提出されてるでしょ、よくご存知でしょ、それ。で、それはね、おおむねこう言ってます。自分は人事課の OB ですと、後輩たちを訴えることがどんなに辛いか、不服申し立てをしなくても済む可能性が少しでも残っているのなら、ギリギリまで待ちたいと、こういうふうに言っております。ギリギリまで待つということですよ。だから、その10日後に命を絶たれております。だから、不服申し立てをしなかったというふうにじゃなくて、ギリギリまで待って、不服申し立てをするかもしれないということを言ってるんですよ。で、この時点でしていない理由は、後輩たちにかわいそうだというふうに言ってるわけ。だから、不服申し立てをしなかったなんていうね、過去完了形でね、語るのは全くおかしいんじゃないですか。結果的にですね、不服申し立てはされなかったということです。不服申し立てのできる期間ってどれぐらいかご存知でしょ。何ヶ月かおっしゃってくださいよ、不服申し立てできる期間というのは。正確な内容を説明する今資料がございませんので。そう言っちゃいけませんよ。3ヶ月でしょ。こんな有名な話で誰って知ってるでしょ、俺。で、ここでもう顔ピキッとんねん。百条委員会の文書を出したのは6月27日。懲戒処分があったのは5月7日。だから1ヶ月20日ぐらいですよ、1ヶ月ね。で、3ヶ月の期限というのは8月7日。まだまだあるわけですよ。で、その途中で、命を絶ったということです。だから、ギリギリまで考えると言ってるわけですから、不服申し立てをしなかったというふうにね、もう断定するのは、これはもうひどいデマじゃないですか。結果として不服申し立てはされなかったということです。人の死を愚弄するな。大きい声出されてますので、人殺しじゃないとお前は。幹事社さん、今のご発言についてどう思われますか。時間ないから知事もうこれ言ってください。時間ない。今も出て行った方がいいんちゃうか。俺が出て行かなから誰出て行かなかるんちゃうか。ちょっと幹事社さん、今の発言については少し問題があるように思いますけども。パッキパキになっとんねん。人殺しやんけ。パッキパキになっとんねん。弱いから。ほんで人殺し言われてビビっとんねん。結果として死んだから知らんけど、不服申し立ての期限は3月なんで、8月まであったけど、6月の途中で死んだと。6月の途中で死んでんねんから、死んだから不服申し立て出てへんねやろ。ほんだらもう受け入れたっていうことやん言うてんねんで。人殺しやんけ。そんな言うてたやん、今。で、赤畑さんが引っ張ってた県民局長の百条委員会に出した文章はこれです。人事委員会の不服申し立てを行っていない理由についてという6月27日付の文章です。今回の告発文書の作成配布に対する処分について本人に不服があれば人事委員会へ申し立てるはずといった趣旨の発言を側文します。自分は人事課の OB です。自分の後輩たちが今回の件で深く関わっています。一緒に苦労してきた仲間もいます。この間、人事課の職員たちがどんな思いで仕事をしているか分かっているつもりです。その後輩たちを訴えることがどんなに辛いことかご理解いただきたいと思います。不服申し立てをしなくても済む可能性が少しでも残っているなら、それをギリギリまで待ちたい。そういう思いです。私の願いは兵庫県という組織がより良くなるため、真実が明らかになることです。お手数をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。で、この後百条委員会の議論で片山と斉藤元彦が無茶苦茶なことを言うて、死をもって抗議する言うて、その3ヶ月の期限の前に自殺してはんねん。で、自殺したから当然のように不服申し立てが出てないの。出てなかったことをもって斉藤元彦は、県民局長は不服申し立てをしなかったって言うてる。この経緯を、結果として不服申し立てが出なかったんで、本人は受け入れたいうのは、それは、どういうことなのそれ。いや、よ、お前らさ、能力低いから、菅の出来になってざまーとか言うてたらええと思うけど、お前それ人間としてそれどう思うの？それ人間としてどう思うの？そんなこと言うてるやつが。いや、どう思うのそれ人間として。
いや、県民とか記者とか役人とか政治家とか一般市民とか尼崎市民とか加古川市民とか豊岡市民とか置いてよ。人間としてどう思うよ、お前、それ。俺もう50超えたから飛んでへんかったけど、44、5までの俺やったら、あれ飛んで俺万年筆で目ついてたで、俺ほんま。おかしいでしょ。人間としておかしいでしょ。俺がさらにね、ムカついたのはね、画面に映ってへんけど、記者会見場って、これここしか映ってへんから見えへんかもわからへんけど、記者会見場って周りに県職員おるの。ずらっと。L 字に記者会見場に県職員座ってんの。周り、だから元彦がこう立ったら、元彦から見て左手と真正面は全部県職員やね。元彦の右手見たら窓やからな。こっちは人座ってへんねんけど、窓やから。これ目の前、ここに県職員ずらーっと座ってんねんて。元彦の前。俺ら記者だけ座ってんちゃうねんて。なんやったら、記者以上の人数の県職員座ってんねん。県職員に囲まれた中で、俺が出した懲戒処分に、文句なかったやんけ。あいつ死んでんねんから言うてんねんで。いや、おかしいでしょ、それ。職員目の前におんねんで。それ、どんな職場、それ。で、俺、田舎の弱者の人は、菅野が感情的になって暴言吐いたから菅野終わりや、言うてんねんけど、今日の数字見てみんよ、お前。ちょっと喋っただけで1万人超えてんねん。で、ツイキャスびっくりするで。ツイキャスで1000人超えてんねんね、同説。田舎の弱者ですぐ感情的になったら負けという通俗道徳をかますんですけど、見てみ、俺これ嘘かほんまか知らんけど、その人の環境かもわからんけど、見てみ。その人の環境かもわからんけど、ヤフーのリアルタイム検索。斎藤元彦は人殺し3位に入ってん。映画クレヨンしんちゃんの次ですよ。めっちゃバズってるやん。田舎の弱者の通俗道徳はことごとく予想を外すの。俺のやることは流行るの。ところでさ、斎藤元彦が人殺しかどうかって個別の論点ちゃう。あそこで強い人間やったらさ、今の発言はどうかと思いますとか言うとったやん。アホ。個別の論点なんでって言うたらさ、完璧な暴言や。個別の事案には対応しません言ってパシってしてたら、俺ぐぬぬなってたんやね。弱いねん、喧嘩。俺右利きやからさ、あれやけど、右でさ、ボディにジャブ何回か入れたらガード下がんねん。で、俺が右から来る思ってるから、俺が右から来るってずっとこんなガードしとんねん。で、右で先で、こうやってビルって入れてたらさ、ガード勝手に下がんねん。下がって俺左入れるやん。アホでしょ？ワンツーで終わんねん。弱者なんですよ。喧嘩の仕方知らんねんて。で、すぐセコンド呼んどんねん。弱いのよ。あけぼのとかミッキーロークみたいな感じ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。